はい、皆さんこんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナスタンダードを戦っていく動画を配信しております。いろんなデッキを使ってますので、チャンネル登録、グッドボタンしていただけると幸いです。はい、今回使うデッキはですね、カナトコゴーレアショニルですね。盛り込みすぎっていう感じなんですが、前回ね、カナトコアショニルっていう、デッキをね、作ったんですよ。で、そしたらね、こんなコメントが来ていました。カナトコアショニルに先導者の号令も絡めたいと思っているんですが、うまく構築できません。何かいい構築例があれば紹介していただけると幸いです。おーというね、コメントがね、来たんですよね。うわ、嬉しい。視聴者さんからコメントいただけるのって思って、早速ね、カナトコ号令アショニル作りました。で、まずね、おさらいなんですけれど、カナトコアショニルって何のデッキっていう感じなんですが、こいつですね、鬼流のカナトコですね。で、これどういう効果かっていうと、自分のね、アーティファクト1個落ちると、無色の11構造物を出すんですよ。1ターンに1回しかできない。で、これなら、アーティファクトをね、生贄に捧げたりすると、構造物出ます。はい。で、このね、起動型能力がアーティファクトを1つ生贄に捧げると、対戦相手に1点、で1点のライフを得るっていう、そういう能力なんです。なんで、構造物落として、1点。で、また構造物出るよと。で、また落として1点みたいな感じで、毎ターンね、地味にね、1点与えることができるんですよ。それがね、非常に、じわじわとね、相手にダメージ与えて強いっていう感じなんですよね。はい。それで、もう一つが、イクサランより、オフェルアショニルですね。裏返ったり、いろいろ能力はあるんですが、ポイントとなるのはダメージのところですね。赤の発生源。戦闘ダメージでない赤の発生源。で、これよりパワーが小さいやつがダメージ与えるなら、代わりに、このパワーに等しいダメージ与えるっていう。つまり、先ほどのカナトコの1点が、もしオフェルアショニルが出てる場合、発動したら、4点でもいいよっていう、4点与えるよっていう、そういうデッキですね。はい。で、それに先導者の号令を追加すると。どういうカードかっていうと、自分のコントロールしてるクリーチャー、プラ11、すべてね。で、で、下もう一つ。クリーチャー1点が戦場に出ると、対戦相手に1点ですよね。なんで、カナトコで、構造物出して先導者の号令でクリーチャーが出た時にも1点っていう感じです。ここのね、パイプライン。で、なおかつ、アショニルがいれば、その1点がそれぞれの1点が4点に変わるよっていう、そういったデッキでございます。ちょっとね、全部出すのがちょっと難しいかもしれないです。デッキ組んだ時には全部出たんですけど、ちょっと出るかなっていうところであります。はい。で、それぞれ、もともとはカナトコアショニル、ラクドスカラーだったんですけど、先導者の号令入れるにあたり、白をタッチしました。じゃあ何追加したのっていうところです。赤黒のところはカナトコアショニルと一緒なんで、解説は前回の動画を見ていただけると幸いです。で、白というところで、ヨーティアの全盛兵を入れました。いろいろ能力があるんですが、1マナアーティファクトで蘇生も持っています。なので、2回場に出ますね。で、そうすると、生贄の分で、生贄しようとした時のアドバンテージ取れますよね。2回出るから。生贄に捧げて、また蘇生で生贄に捧げることもできる。で、ここら辺の地トークン。で、あと、ウセロですね。これは、2マナ、白1マナで、黒、クリーチャーエンチャント、ブレイズウォーカー、破壊するわけですが、そのコントローラーは地図トークン2つ生成するっていう能力が、効果があります。マナがね、低くて優秀なんだけど、その分デメリットもあるよっていうカードですね。ただ、これですね、4積みしてて、これ、自分にも打つことができるんですよ。なんで、何か相手からのジョジョが飛んできたら、ウセロを自分に打って、で、地図トークン、アーティファクトをね、場に出すっていうムーブもできます。で、それをカナトコの、生贄に捧げることもできますっていう感じですね。で、あとは、悪魔の糸もちょっと追加してて、あとは忘却の儀式ですね。これ白、黒で、パーマネント1つ、追放することができる。追放だし、パーマネントだし、めちゃくちゃ強いんだけど、自分も追加コストとしてパーマネント1つ生贄に捧げなきゃいけません。そこがね、ネックなんだけど、構造物がね、いろいろあるからそれを使っていこうと。
まあそういう感じでございます。そして、最後に太陽効果も入れています。ちょっとこれどう出るかわかんないんですけど、太陽効果で全てのクリーチャー追放して、で、培養トークン出すんですよね。培養値トークンか。で、これでまあ全除去して、で、なおかつアーティファクトだし、で、クリーチャーだけなんで、エンチャント場とかが、アーティファクトは場に残るんですよね。ここら辺ね。だから、追放でまっさらにした後、構造物でぐるぐる回すっていうこともまあできるんで、非常に太陽効果は刺さるのかなという部分でございます。はい。で、まあ、勝率、試作時の勝率としては、まあ、五分五分、これぐらいかなっていう感じですね。で、まあ、これからじゃあ早速、戦っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。手札、3マナ、いいですね。白、黒、赤が全部揃ってますね。はい。で、かなとこもいいし、てか、いい手札だな。ウォルダーレンの美食家、1ターン目に出して、2ターン目、鬼流のかなとこ出せますね。3ターン目、先導者の号令。いい流れ。さあ、相手はディミーアカラーですね。青黒です。とりあえず、そうですね。沼だな。で、鬼流のかなとこを出します。はい。これで早速、鬼流のかなとこで構造物出していこう。さあ、この構造物をぐるぐる回して1点与えていく。そう、それが鬼流のやり方だ。さあ、黒出てきました。鎖腹のネズミですね。これはおそらくディミーアの増殖じゃないかな。ただね、鎖腹のネズミ落ちても増殖するんだけど、毒カウンター入ってないんで、まだ大丈夫かっていうところですね。とりあえずアタックします。さあ、相手ブロックしません。そして、鬼流のかなとこで構造物を落として、鬼流で1点。で、場に出て先導者の号令で1点。っていう感じでですね。鬼流と号令のダブルパンチで1点1点飛ばします。はい。さあ、相手どうする？増殖。もしかして。単液まみれか。はい。ただ、増殖したけど、まだ毒カウント乗ってない。で、ここでやっと毒が乗りました。ここからですね、増殖デッキなんですよね。おそらくね。なんで、バウンス系の増殖とか連打して、ちょっと溜まっていくかもしれないです。そうなる前に早く決着をつけたいなっていうところではありますね。はい。とりあえず、チーカウンターを落として、アタックしていきましょう。1点。よし。このね、ぐるぐる強いですよね。で、残り相手6です。さあ、相手は増殖をするのか。単液まみれですね。で、増殖で2です。残り2マナ余ってるようですね。鎖腹のネズミ、ちょっと残します。構造物ぐるぐるができなくなるんで、で、そっか、堕落が完成してるんで、相手1マナでドローソース。そうですね。はい。で、ここで、相手エンドじゃないってか、これ2、コンバットで4点。で、鬼流と号令で1点で多分終わりだぞ、これ。終わるよな。はい、まず4点ですね。はい。で、鬼流のかなとこで構造物を落として、先導者の号令で1点。1点1点。はい。はい、終わりです。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。2マナだな。悪魔の糸があるが、そうだな。なんか、生贄に捧げるクリーチャーが少ないな。とりあえず土地を出してエンドですね。相手の土地はラクドスカラー、黒赤ですね。じゃあ2マナ出していきましょう。とりあえず人体改造機の冠を出すぐらいしかありません。相手のターン。さあ、相手は何を出すでしょうか。相手もあれだったりして、かなとこだったりして。とりあえず3マナ剣。先導者の号令をキャスト。クリーチャーをなかなかね、出せないですね。ちょっと重ための戦いになりそう。
ただ、こっちには後半にも強い太陽効果を持ってます。デュスル大入道。こいつで相手はあれですね。ドローを加速しそうですね。どうしよう。ウセロをするか。傍着の儀式をやるべきか。相手がコンバットに入る前に判断をした方が良さそう。相手のドロー。攻撃に入りますか？パスします。一旦ドローさせときます。ちょっと除去がもったいない気もしますけど、まあ現状7枚ですよね。7枚からまあ7枚。まあ、土地を出すと。シェオロレット。やっぱりこういうやつに除去は使いたいですよね。こいつはもう完全にあれです。ライフもアドバンテージ取られちゃいますからね。よし、来ました。鬼流の金床を出します。ただ、鬼流の金床で割るやつがねえよっていうところで、人体改造機の冠、こいつをやります。これをね、鬼流の金床で出した構造物につけて、ぐるぐる回すことでドローを加速することができるんですが、最悪ない場合は、これ自体もアーティファクトなんで割ってもいいかなっていうところですね。シェオルが戻ってきましたね。とりあえず相手にドローさせます。ちょっとね、これ勝てるのか？ゆする大入道でドローしてシェオロレッドで回復っていう、そういったシナジーですね。とりあえず太陽効果で追放ができるんで、そこまで耐えることができればいいかなって思ってます。傍着の儀式でシェオルをやっちゃってもいいかな。悩ましいポイントですね。傍着の儀式で、やっちゃおう。シェオル。で、生贄に捧げます。で、生贄分は鬼流の金床で戻ってきます。その時の先導者の号令でダメージを与えることができます。ターン終了。相手のターン。大入道でドローしているから、未だに手札が多い状況ですね。分パー。こいつもね、地味に放っておくと厄介なんですが、これいいですね。太陽効果があるんで、一気にぶっ放すことができそうですね。さあ、また鬼流の金床を引きましたね。出しますか？相手はマナフルタップ。鬼流の金床出しましょう。2枚。これで1体、生贄に捧げて、2体出します。はい。これで、先導者の号令でダメージ。鬼流の金床でダメージ。はい。さあ、これで、ですね、でも分派が24で接し、結構強いよな。大入道も強いですね。ドローさせるしかなさそうですね。相手は除去がありますか？クリーチャーを1体生贄に捧げてカードを1枚捨てて4点のライフを失う。珍しいですね。とりあえずクリーチャー1体生贄に捧げます。カード1枚捨てる必要がある。悪魔の糸にしますか。太陽効果は使えそうですし、アショニルは、金床号令で、バシバシ出てそうですね。構造物を壊して、で、アショニルで4点。と思ったけど、結構クリーチャーが出てきたから、次はアショニルじゃなくて、土地を引いたら太陽効果かな。これ悩ましいポイントです。ターンをもらいましょう。さあ、土地引きましたね。タップインか。これタップインですね。悩ましいですね、これ。アショニル出したら太陽効果でいっちゃうんで、まだハンドにキープしておきますか。とりあえず先導者の号令、鬼流の金床で回復をします。次は構造物は54のクリーチャーをブロックでいいかな。分派は2点。エターリだ。これはやばいですね。太陽効果があるからまだつなげられるかなっていう印象はあるんですが、
エターリが例えば2枚入っていたりすると、どうなるんだろうな。ウセロ、ウセロ。はいはいはい。先導者の号令が割られた。アショにいる号令かなとこの3枚が実現しない。まあ、しょうがないか。うん。まあ、3枚出てね、一方とアショニルを組み合わせることができれば、まあ、御の字かなっていう、まあ、そういったデッキでございますと。はい。分派がアタックでクリーチャーも出てくる。ちゃうか。うん。さあ、カード1枚引かせましょうね。こっちは残り13です。構造物で4、3。こいつ、もうブロックでいいか。これでブロックしますか。いや、ちょっと待ってよ。まあ、いっか、これで。これ悩ましいですね。かなとこで、どうだろう。はい。来た。で、太陽効果やります。ぶっ放そう。よし。これでこっちに7。そうですね。はい。プラス11カウンターが7個乗った、培養が出てきましたね。さあ、あとは培養でぶん殴る。培養でぶん殴って、鬼流の金床で生贄に捧げてダメージ。エターリが出てきました。2号機。まあ、エターリがあるけど、まあ、ギリギリダメージを与えられるかな。清潔の収穫者が出てきました。で、やり場のない、金床で生贄に捧げましょう。これで1点。はい。で、チトークンが出ますね。はい。うん。で、これでどうだ？金床でぐるぐる回して、アショニルで、これで1点与えますか。これ1点。はい。で、相手まだフルタップなんで、まあ、アショニル出しましょう。うん。アショニル出します。で、パワーの分になりますね。戦闘ダメージ以外のダメージは、こいつのパワー分になります。うん、はい。金床で1点が4点。はい。で、もう一発。1点が4点。はい。これでエンド。よし、勝ちました。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。2マナありますね。で、沼白、沼山平地ですね。黒、赤、白が揃っていて、まあ、バランスはいいかなと思います。うん。1ターン目、ヨーティア。で、2ターン目、鬼流の金床。いや、清潔が先かな。清潔を出して、地頭君を鬼流の金床で生贄に捧げて、で、あとはその構造物をぐるぐる回すといった、まあ、そういった流れがいいのかなと思います。うん。2ペアですね。鬼流の金床と清潔者。うん。ただね、初手で地頭君と鬼流の金床、地頭君を出すカードと鬼流の金床を持ってるのはすごいいいことかなと思います。うん。相手初手悩んでますね。うん。まあ、最悪ね、ヨーティアの前線兵を生贄に捧げてもいいかなとは思いますけどね。うん。3マナ剣引きましたね。うん。まあ、まずはヨーティア出しますか。沼でヨーティアキャスト。はい。相手アゾリウスカラーですね。アゾリウスは最近何ですかね。コントロールなのか、まあ、ソルジャーなのか。うん。じゃあ、とりあえず2ターン目、清潔者出しますか。はい。清潔者を出して、地頭君を出します。地頭君は、鬼流の金床の生贄要員ですね。うん。まずはヨーティアでジャブです。1点。はい。相手のドロー。どっちは出しますか ?3 マナ。はい。大マナジンが出てきました。珍しいですね。ジンが出てるけど、青タンじゃないですね。じゃあ、鬼流の金床を出します。はい。じゃあ、鬼流の金床で、どうしようかな。一旦エンドにしますか。はい。
相手パワーがないんでね、ヨーティはブロックするでしょ。で、税血者は4-3で、ブロックするか悩ましいポイントだとは思うんですけど、陣は残しましたね。はい。で、ターン終了になります。相手はね、呪文を、また傲慢な陣が出てきましたね。ただ、このカードはインスタントソーサリーの数ですよね、墓地の。その数のパワーになるので、まだ相手は呪文を使っていない状況なので、0ですね、パワーがね。さあ、膠着状態ですが、相手が呪文をどんどんとキャストしていくと、その墓地にその呪文が溜まって、ちょっと強くなってくると。なので、早いうちにね、ちょっと決着はつけたい部分かなっていうのはありますね。ウセロを引きました。除去があるんで、陣は除去できます。ただ、ちょっとカウンターとかが入っている可能性がありますね。カウンターで、相手を妨害しつつ、墓地を伸ばしていくと。そういった、魂胆があるんじゃない？陣のデッキはね。ただ、アゾリウスカラーっていうのがちょっと気になるところではありますね。さあ、構造物ぐるぐるをやります。鬼流の金床が、2枚あるので、ぐるぐるするスピードがどんどん加速してきますね。加速っていうかあれですけど、2枚ずつね、どんどん出てきますよ。はい。なるほど、そういうことか。再稼働とか入ってるんだ。最近白タンの白のテーマな剣を戻すっていう、そういう呪文もありますから、ちょっとね、やばいぞ、これは。ただ、ウセロで妨害できますね。ただ、相手1マナで何かあるか、呪文貫き、なんかあるかな。はい。そうだな。一つ、生贄に捧げておきましょう。1点回復。はい。ウセロを打ちます。傲慢な陣。で、3マナ剣、高校の地位、永願城がありますね。はい。で、鬼流の金床で、ぐるぐるします。はい、ドンドン。はい。で、構造物が増えました。で、ヨーティアの前線兵も出しておきますか。ちょっとね、永願城が3マナ剣なんですが、相手がね、陣をタップ状態というところで、今アタックし、どっちかなっていうところでアタックします。はい、これで、アタック。で、残り7点ですね。鬼流の金床で、ヨーティアの前線兵を生贄に捧げます。蘇生なんで、エンド時に生贄に捧げちゃうので、であれば鬼流の金床で有効活用しようと。そういう感じですね。はい。救いの手、またですね。再稼働みたいな感じですけど、こうやってあれですね、墓地からリアニメートして、それ陣をなおかつ強くしていくと。そういうデッキなんですね。アゾリウスカラーで陣を使っています。珍しい。さあ、地図。陣をパワーアップしていきますね。永願城で落とせなくなりました、56は。ただ、こっちは結構6点まで削ったんで、あとはね、3ターン持てば、鬼流の金床で、先導者の号令引いた。これはすごいぞ。先導者の号令を出して、さあ、鬼流の金床でいきます。とりあえず全部アタック。で、3点取るよ、普通に。普通に、3点じゃ3体取るよ。で、これ6点ですね。これでなんかダメだったら、金床と先導者の号令の組み合わせもできるんですが、普通に3体通るでしょう。陣があります。1マナ剣で何かありますかっていう。下支えとか、あれアンタップさせてっていうところはあるよね。で、ブロックして、で、残り2点残るみたいなのもありますが、大丈夫そうです。はい。はい。で、これで通ります。よし、勝ちました。はい、ありがとうございます。